その翌日、市で最も発行部数の多いと言われる新聞の夕刊に、さのような単字5段にわたる長文の寄せ書きが掲載せられた。見出しは、富田博士の無罪を証明すというので、宗田五郎と署名してある。私はこの寄せ書きと同様の内容を有する書面を、富田博士審問の任にあたられる余震判事氏まで提出した。多分それだけで十分だとは思うが、万一同氏の誤解あるいはその他の理由によって一回の書生に過ぎない私のこの陳述が暗中に葬り去られた場合をおもんばかって、かつまた有力なるその筋の刑事によって証明せられた事実を裏切る私の陳述がたとえ採用せられたとしても、事後において我が尊敬する富田博士の冤罪を世間に周知せしめるほど明瞭に当局の手によって発表せられるかどうかをおもんばかって、ここに世論を喚起する目的のためにこの一文を寄せる次第である。私は博士に対して何らの恩怨を有するものでない。ただその著書を通して博士の頭脳を尊敬している一人に過ぎない。が、この度の事件については、みすみす間違った推断によって罪せられんとする我が学会の長者を救う者は、偶然にもその現場に居合わしてちょっとした証拠物件を手に入れたこの私の他にないと信ずるがゆえに、当然の義務としてこの挙に出でたまでである。この点について誤解のなからんことを望む。さて、何の理由によって私は博士の無罪を信ずるか。一言もって尽くせば、司法当局が刑事黒田清太郎氏の調査を通して推定したところの博士の犯罪なるものがあまりに大人げないことである。あまりに幼稚なるお芝居げに飛んでいることである。かの寸豪の美といえども、逃すことのない当鉄、その日を見ざる大学者の頭脳と、こたびのいわゆる犯罪事実なるものとを比較するとき、御人は遺憾の感があるか、その思想のあまりに隔絶せることに、むしろ苦笑を禁じ得ないではないか。その筋の人々は、博士の頭脳が拙なき靴跡を残し、下筆の手習い保護を残し、毒薬のコップをさえ残して、黒田それがし氏に名をなさしめるほど猛録したというのか。さてはまた、あの博学なる嫌疑者が、毒薬の死体に痕跡をとどむべきことを予知し得なかったとでも言うのか。私は何ら証拠を提出するまでもなく、博士は当然無罪になるべきものと信ずる。だからといって、私は以上の単なる推測をもって、この陳述を思い立つほど無謀者ではないのである。刑事黒田清太郎氏は今各学の武勲に光り輝いている。世人は同氏を和製のシャーロック・ホームズとまで賛嘆している。その得意の絶頂にあるところの同氏をここに奈落の底まで叩き落とすことは、私もあまり気持ちがよくはない。実際、私は黒田氏が我が国の警察の仲間では最も優れたる手腕家であることを信ずる。この度の失敗は他の人々よりも頭が良かったための災いである。同氏の推理法に誤りはなかった。ただ、その材料となるところの観察に欠くるところがあった。すなわち、綿密周到の点において、私という一介の書生に劣っておったことを、死のために深く惜しむものである。それはさておき、私が提供しようとするところの証拠物件なるものは、左の2点の
ごくつまらぬ品物である。1、私が現場で習得したところの1枚の PL 商会の受取切符、3等急行列車備え付けの枕の代金の受け取り。2、証拠品として当局に保管されているところの博士の短歌の紐。ただこれだけである。読者諸君にとってはこれがあまりに無価値に見えるであろうことを恐れる。が、その道の人々は一本の髪の毛さえもが重大なる犯罪の証拠となることを知っておられるであろう。実を申せば、私は偶然の発見から出発したのである。事件の当日、現場に居合わせた私は、検視官たちの活動を眺めている間に、ふと、ちょうど私が腰を下ろしておった一つの石ころの下から、何か白い紙切れの端が覗いているのを発見した。もし、その紙片に押してある日付印を見なかったら、何の疑いも起こらなかったのであろうが、博士のためには幸いにもその日付印が私の目に何かの啓示のように焼き付いたのである。大正年10月9日、すなわち事件のすぐ前の日の日付印が。私は5、6巻目は大丈夫あったところのその石ころを取り除けて、雨のために破れそうになっていた紙片を拾い上げた。それが PL 商会の受取切符であったのだ。そしてそれが私の好奇心を刺激したのである。さて、黒田氏が現場において見落とした点が3つある。そのうち1つは、偶然私に恵まれたところの PL 商会の受取切符であるから、これを除くとしても少なくも2つの点において粗漏があったことは確かである。が、右の受取切符とても、もし黒田氏が非常に綿密な注意力を持っておったならば、私のように偶然ではなく発見することができたかもしれないのである。というのは、その切符が下敷きになっていた石というのは、博士邸の裏に半ば出来上がった下水の溝のそばに、たくさん転がっている石ころの一つであることが一見してわかるのであるが、その石ころがただ一つだけ遠く離れた線路のそばに置かれてあったということは、黒田氏以上の注意力の所有者には何かの意味を語ったかもしれないからである。それのみならず、私は当時その切符を隣県の警官の一人に見せたのである。私の親切に一行も与えず、邪魔だからどいておれと叱ったところのその人を、私は今でも数人の隣県者の中から見つけ出すことができる。第二の点は、いわゆる犯人の足跡なるものが博士邸の裏口から発して線路までは来ていたが、再び線路から博士邸へ立ち返った跡はなかったのである。この点を黒田氏はいかに解釈せられたかは、この重大な点について心なき新聞記者は何事も報道しないゆえに私にはわからないが、多分犯人が犠牲者の体を線路へ置いた後、何かの都合で線路伝いに回り道をして立ち返ったとでも判断せられたのであろう。事実、少し回り道をすれば足跡を残さないで博士邸まで立ち返り得るような場所がなくもなかったのである。そして足跡に符合する短歌そのものが博士邸内から発見せられたことによって、たとえ立ち返った跡はなくとも、立ち返ったという証拠は十分備わっているとでも考えられたのであろう。一応もっともな考えであるが、そこに何か不自然な点がありはしないだろうか。第三の点は、これは大抵の人の注意からそれるような、実際それを目撃した人でも一向気に留めないような種類のものであるが、それは一匹の犬の
足跡がその辺一面に、特にいわゆる犯人の足跡に並行して印せられたことである。私がなぜこれに注意したかというに、歴史人があるような場合に、その付近におった犬が、しかも足跡が博士邸の裏口に消えているのを見ると、多分歴史者の愛犬であるところの犬が、この人だかりのそばへ出てこないというのはおかしいと考えたからであった。以上私は、私のいわゆる証拠なるものを残らず列挙した。鋭敏なる読者は、私のこれから述べようとするところを、大方は推察せられたであろう。それらの人々には打足であるかもしれないが、私はとにかく結論まで陳述せねばならぬ。その日帰宅した時には、私はまだ何の意見も持っていなかった。右に述べた3つの点についても、別段深く考えておったわけではない。ここには読者の注意を喚起するためにわざと明瞭に記述したまでであって、私が当日その場でこれだけのことを考えたのではないが、翌日、翌々日と毎朝の新聞によって私が尊敬する博士、その人が嫌疑者として認知されたことを知り、黒田刑事の探偵苦心談なるものを読むに至って、私はこの陳述の冒頭に述べたような常識判断から、黒田氏の探偵にどこか間違った点があるにそういないと信じ、当日目撃したところの種々の点を考え合わせ、なお残った疑点については、本日博士邸を訪問して種々流水の人々に聞き合わせた結果、ついに事件の真相をつかみ得た次第である。そこで左に順序を追って私の推理の後を記してみることにする。前に申したように出発点は PL 商会の受取切符である。事件の前日、おそらく前夜進行に急行列車の窓から落とされたであろうところのこの切符が、なぜ5、6巻目もある重い石ころの下敷きになっていたか、というのが第一の着眼点であった。これは前夜 PL 商会の切符を落としていったところの列車が通過した後、何者かがその石ころをそこに持ってきたと判断するほかはない。汽車の線路から、あるいは石ころを積載して通過した無害滑車の上から転落したのではないことは、その位置によって明らかである。では、どこからこの石を持ってきたか。かなり重いものだから遠方であるはずはない。さしずめ博士邸の裏に下水を築くために置いてあるたくさんの石ころのうちの一つだということは、くさび型に削られたその格好からだけでも明らかである。つまり、前夜進行からその朝歴史が発見されるまでの間に、博士邸から歴史のあった古書までにその石を運んだものがあるのだ。とすれば、その足跡が残っているはずである。前夜は雨も小降りになって夜中頃には止んでおったのだから、足跡の流れたはずはない。ところが、足跡というものは、賢明なる黒田氏が調査せられた通り、その朝現場に居合わせたものの、それの他は、犯人の足跡ただ一つあるのみである。ここにおいて、石を運んだ者は、犯人その人でなければならぬことになる。このへんてこな結論に達した私は、いかにして、犯人が石を運ぶということに可能性を与えるべきかに苦しんだ。そしてそこにいかにも巧妙なトリックの弄せられておることを発見して一興を喫したのである。人間を抱いて歩いた足跡と石を抱いて歩いた足跡、それは熟練なる探偵の目をくらますに十分なほど似通っているに相違ない。私はこの驚くべきトリックに気づいたのである。すなわち、
博士に殺人の嫌疑をかけようと望む何者かが、博士の靴を履いて、夫人の体の代わりに石ころを抱いて、線路まで足跡をつけたと、そのように考えるほかに解釈の下しようがないのである。そこで、この憎むべきトリックの制作者が、例の足跡を残したとするならば、かの歴史した当人、すなわち博士夫人は、どうして線路まで行ったか、その足跡が一つ不足することになる。以上の推理の当然にして唯一の帰結として、私は遺憾ながら、博士夫人その人が、夫を呪う恐るべき悪魔であったことを確認せざるを得ないのである。戦慄すべき犯罪の天才。私は嫉妬に狂った。しかも肺結核という、それはむしろ患者の頭脳を病的にまで明晰にする傾きのあるところの不治の病にかかった一人の暗い女を想像した。すべてが暗黒である。すべてが陰湿である。その暗黒と陰湿の中に目ばかりものすごく光る青白い女の幻想。幾十日、幾百日の幻想。その幻想の実現。私は思わずもゾッとしたのである。それはさておき、次に第二の疑問である。足跡が博士邸に帰っていなかったという点はどうか。これは単純に考えれば、歴史者が履いていった靴跡だから立ち返らないのがむしろ当然のように思われるかもしれない。が、私は少し深く考えてみる必要があると思う。かくのごとき犯罪的天才の所有者なる博士夫人が、なぜに線路から博士邸まで足跡を返すことを忘れたのであろう。そして、もし PL 紹介の切符が偶然にも列車の窓から落とされなかった場合には、唯一の手がかりであったであろうところのまずい痕跡を残したのであろう。この疑問に対して解決の鍵を与えてくれたものは、第三の疑点として挙げた犬の足跡であった。私はかの犬の足跡とこの博士夫人の唯一の手抜かりとを結び合わせて微笑を禁じ得なかったのである。おそらく博士は夫人の靴を履いたまま線路まで往復する予定であったに相違ない。そして改めて他の足跡のつかぬような道を選んで線路に行くつもりであったに相違ない。が、滑稽なことにはここに一つの邪魔が入った。というのは、夫人の愛犬であるところのジョンが、このジョンという名前は、私が本日同家の召使いバツバツ氏から聞き得たところである。夫人の異様なる行動を目ざとくも見つけて、そのそばに来て盛んに吠え立てたのである。夫人は犬の鳴き声に、家人が目を覚まして自分を発見することを恐れた。ぐずぐずしているわけにはいかぬ。たとえ家人が目を覚まさずとも、ジョンの鳴き声に近所の犬どもが押し寄せては大変だ。そこで夫人はこの難境を逆に利用してジョンを去らせると同時に自分の計画をも遂行するようなうまい方法をとっさに考えついたのである。私が本日探索したところによると、ジョンという犬は日頃からちょっとしたものを加えて用足しをするように教え込まれておった。多くは主人と同行の途中などから屋敷まで何かを届けさせるというようなことに慣れされていた。そしてそういう場合には、ジョンは持ち帰った品物を必ず奥座敷へ置く習慣であった。もう一つ、博士邸の訪問によって発見したことは、裏口から奥座敷の縁側に達するためには、中庭を取り囲んでいるところの板塀の木戸を通る他に通路はないのであって、その木戸というのが洋室のドアなどにあるような
バネ仕掛けで内側へだけ開くように作られてあったことである。博士夫人はこの二つの点を巧みに利用したのである。犬というものを知っている人は、こういう場合に、ただ口で追ったばかりでは立ち去るものではないが、何か用足しを言いつける。例えば、小切れを遠くへ投げて拾ってこさせるというような時は必ずそれに従うものだということを否まないであろう。この動物心理を利用して夫人は靴をジョンに与えてその場をさらしめたのである。そしてその靴が少なくとも奥座敷の縁側のそばに置かれることと、当時多分縁側の雨戸が閉ざされていたので、ジョンもいつもの習慣通りにはいかなかったのであろう。内側からは押しても開かぬところの木戸に支えられて、再び犬がその場へ来ないことを願ったのである。以上は靴跡の立ち返っていなかったことと、犬の足跡その他の事情と、博士夫人の犯罪的天才と思い合わせて、私が想像を巡らしたに過ぎないが、これについてはあまりにうがちすぎたという非難があるかもしれないことを恐れる。むしろ足跡の帰っていなかったのは、実際夫人の手抜かりがあって、犬の足跡は最初から夫人が靴の始末について計画したことを語るものだと考えるのが、あるいは当たっているかもしれない。しかし、それがどちらであっても、私の主張しようとする夫人の犯罪ということに動きはないのである。さて、ここに一つの疑問がある。それは、一匹の犬が一足の、すなわち二個の靴をどうして一度に運び得たかという点である。これに答えるものは、先に挙げた二つの証拠物件のうち、まだ説明を下さなかった証拠品としてその筋に保管されているところの博士の靴の紐である。私は同じ召使いバツバツ氏の記憶からその靴が押収されたとき、劇場の下足番がするように靴と靴とが靴紐で結びつけてあったということを大ぶ苦心して探り出したのである。刑事黒田氏はこの点に注意を払われたかどうか、目的物を発見した嬉し紛れに、あるいは観客されたのではなかろうか。よし、観客はされなかったとしても、犯人が何かの理由でこの紐を結び合わせて縁側の下へ隠しておいたという程度の推測を持って安心せられたのではあるまいか。そうでなかったら黒田氏のあの結論は出てこなかったはずである。隠して恐るべき呪いの女は用意の毒薬を服し、線路に横たわって名誉の絶頂から貧石の谷底に追い落とされ、極利に審議するであろうところの夫の幻想にものすごい微笑を浮かべながら急行列車の轍にかかるのを待ったのである。薬剤の容器については私は知るところがない。が、物好きな読者がかの線路の付近を丹念に探し回ったならば、おそらくは水田の泥の中から何者かを発見するであろう。かの夫人の懐から発見されたという書き置きについては、まだ一言も言及しなかったが、これとても靴跡その他と同様に、言うまでもなく、夫人のこしらえておいた偽証である。私は書き置きを見たわけではないから、単なる推測にとどまるが、専門の筆跡鑑定家の研究を請うたならば、必ず夫人が自分自身の筆跡を真似たものであることが、そしてそこに書いてあった文句は、実に正直なところであったことが判明するであろう。その他、細かい点については、いちいち反証を上げたり、説明を下したりする災いを避けよう。それは以上の陳述によっておのずから読者諸君が悟られるであろうから。最後に夫人の自殺の理由であるが、
それは読者諸君も想像されるように至極簡単である。私が博士の召使いバツバツ氏から聞き得たところによれば、かの書き置きにも記された通り、夫人は実際ひどい肺病患者であった。このことは夫人の自殺の原因を語るものではあるまいか。すなわち夫人は欲深くも一子によって遠征の自殺と恋の復讐との二重の目的を達しようとしたのである。これで私の陳述はおしまいである。今はただ余震判事氏が一日も早く私を喚問してくれることを祈るばかりである。前日と同じレストランの同じテーブルに相田と松村が相対していた。一躍して人気役者になったね。松村が友達を賛美するように言った。ただ、いささか学会に貢献し得たることを喜ぶよ。もし将来、富田博士が世界の学会を驚かせるような著述を発表した場合にはだ、僕はその署名のところへ、相田五郎巨著という金文字を付け加えることを博士に要求しても差し支えなかろうじゃないか。こう言って、相田はもじゃもじゃと伸びた長髪の中へ、櫛手でもあるように指を広げて突っ込んだ。しかし、君がこれほど優れた探偵であろうとは思わなかったよ。その探偵という言葉を空想家と訂正してくれたまえ。実際、僕の空想はどこまで突っ走るかわからないんだ。例えば、もしあの嫌疑者が僕の崇拝する大学者でなかったとしたら、富田博士その人が夫人を殺した罪人であるということですらも空想したかもしれないんだ。そして僕自身が最も有力な証拠として提供したところのものを片っ端から否定してしまったかもしれないんだ。君、これがわかるかい？僕がまことしやかに並べ立てた証拠というのは、よく考えてみるとことごとくそうでない。他の場合をも想像することができるような曖昧なものばかりだぜ。ただ一つ確実性を持っているのは、例の PL 紹介の切符だが、あれだってだ。例えば、問題の石ころの下から拾ったのではなく、その石のそばから拾ったとしたらどうだ？そうだは、よく飲み込めないらしい相手の顔を眺めて、意味ありげににやりとした。